今まで数々のイケメンランキングにランクインし、BTS のビジュアル担当として活躍してるテテ。その端正な顔立ちが注目されがちですが、テテは外見だけではなく中身も素晴らしいのはご存知でしょうか。今回は優しい性格、テテが絶対好きになる心温まるエピソードをお届けします。テテはビジュアルが完璧すぎて一見クールに思われますが、実は人一倍心が優しく、人とのつながりを大切にしていました。そんな彼はファンやメンバーへの気遣いはもちろんのこと、初めて出会った老夫婦にも素晴らしい思いやりを見せていたのです。このエピソードを見終わる頃には、ますますテテのことが大好きになっていること間違いなし。ラジオ、キム・イナの星が輝く夜に出演しアーミーへの配慮。2022年9月27日、28日の2日間にわたり、テテが韓国 MBC で生放送された FM 番組、星が輝く夜にのスペシャル DJ を務めました。同番組の MC であるキム・イナさんが休暇を取ることとなり、代打 MC としてテテの友人である俳優のパク・ヒョシンさんが抜擢。そこへテテがスペシャル DJ として登場することとなったのです。テテがソロ活動としてラジオへ出演することも注目を集めましたが、それ以上に彼のファンサービスが話題に。収録現場へ訪れたテテは、ファンたちに気づくとガラス越しに近づき、寒くないですかとジェスチャーを交え声をかけたのです。夏も終わり、韓国は少し肌寒くなってきていた時期だったので、テテは外で待つファンたちが気がかりだったのでしょう。さらに、テテは待ち構えていた報道陣のカメラにも笑顔や愛嬌を見せ、サービス精神旺盛でした。去っていく際にも何度もお辞儀をしながら手を振ったりと、ファンへの挨拶を欠かさなかったテテ。ソロ活動が始動し、久しぶりの公の場だったので、テテもファンと会えて嬉しかったのでしょう。終始ニコニコしているご機嫌なテテを見て、私たちも自然と笑顔になってしまいました。また、今回のラジオ出演には、もう一つ感動エピソードがあり、なんと、テテがラジオ DJ に挑戦したのは、ファンのある声を聞いたからだというのです。テテは、以前、ウォークコリアで表紙を飾った時のインタビューで、アーミーの方が好きなことは全てやってみたい。ラジオもやってみたいですね。と語っていたことが、その理由は、3年ほど前にあるファンの方から、テテがラジオの DJ をしてくれたら、重い不眠症が治りそうだ。との手紙をもらったことがきっかけだとラジオで明かしていたテテ。ここまでファンを大切に思ってくれていただなんて感動してしまいますよね。テテのラジオは MBC の公式 YouTube チャンネルで聞くことができますので、ぜひ視聴してみてください。飲食店を経営する老夫婦に対して、2020年にウィバースへ美味しい料理屋さんを紹介します。と投稿したテテ。素敵なズワイガニ刺身屋さんで、とても親切な店主がいます。多くのアーミーがこちらで食事をしてくれたら嬉しいです。と続けました。こちらの料理屋さんは、とある老夫婦が経営している店だそうで、テテは友人と訪れ、アワビ粥とカニ入りラーメンを注文。しかし、途中でズワイガニのお刺身を食べたくなったテテは、アワビ粥をキャンセルし変更してほしいとお願いしたといいます。すると、店主のおばあさんが、学生さんですか？ズワイガニはいい値段がするけど、せっかく旅行に来たのなら安くするので食べてみますか？と言ってくれたのだとか。テテが超有名人であることを知らなかったおばあさんは、旅行に来た学生だと思っていたようですね。そのおばあさんの優しさに感動したテテは、
自ら BTS というアイドルグループのメンバーであることを明かし、サインを書いてお店に残したのです。さらに、腰が悪い老夫婦のために、テテは厨房の棚の上にサインを飾ってあげたそう。サインには、とても親切な天使のおかげで、すごく美味しい料理をいただくことができました。また遊びに来ます。ありがとうございます。と感謝が記されていました。テテが紹介した韓国のカンボンドヤンヤン郡にある金剛山ズワイガニ刺身店で、たちまちファンの間で聖地となり繁盛店に、親切にしてくれた老夫婦に恩返しができて、テテもきっと喜んでいることでしょう。思いやりがあり、優しい性格であるというテテは、特に年配の方への気遣いが素晴らしいと言います。それは、テテが幼少期から祖父母と過ごし、生粋のおばあちゃんっ子だからだという話は有名ですよね。母の日に、おばあちゃん、僕を育ててくれてありがとうとのコメントとともに、幼い頃のおばあちゃんとの写真を投稿するほど、本当の両親のように思っていたと語っていたことも、おばあちゃんから、あなたのファンをたくさん愛しなさい、とよく言われていたテテは、ウィバースや生配信で、ファンとの交流を欠かしません。おばあちゃんからの教えを今でも守っているからなのでしょうね。怪我をして踊れないジンへの配慮。優しく思いやりのあるテテは、もちろん、メンバーへの気遣いも忘れません。2022年3月19日に、長男のジンが、左手の人差し指を負傷し、心筋縫合術の処置を受けたことが明かされました。幸い、手術は無事に終わりましたが、左手を負傷しているため、ステージでのパフォーマンスは最小限に抑えることに。BTS は2022年4月8日、9日、15日、16日の4日間にわたり、BTS Permission to Dance on Stage をアメリカ・ラスベガスで開催。その際に、怪我のためパフォーマンスが制限されているジンに対し、テテが見せた気遣いが話題に。注目が集まったのは DNA をパフォーマンス中で、同曲はダンスが激しいことから、ジンは少し離れたところで椅子に腰をかけ合唱だけ参加していました。すると、メンバーが一体となり、腕のウェーブをつなげていく振り付けの際、テテはこのパートを踊りながら、ジンにアイコンタクトを取ったのです。テテとアイコンタクトを取ったジンはにっこり微笑み、コクンとうなずきました。離れた場所にいるジンを気遣ったテテなりのコミュニケーションだったのでしょうね。また、怪我をしてもステージに立ち続けたことを他のメンバーからも感謝されていたジン。それは BTS Permission to Dance on Stage ラスベガスのエンディングコメントの時でした。J-Hope は今回、ジンさんは舞台に秋が見えないように最善を尽くしてくれた。ジンさんにもう一度大きな拍手と歓声を送ってくれたら嬉しいです。と、そのコメントを聞いたジンはどうして顔が赤くなるようなことを言うのか。と顔を真っ赤にしながら照れていましたよね。また、先ほど J-Hope も話していましたが、実際、メンバーにたくさん迷惑をかけた。7人で一つのチームとして動くから、誤って怪我をしてしまった。と、ジン。すると、すかさず、テテが、ワット、ノー迷惑、オッケー。と否定し、ジンを励ましていました。手術するほどの怪我をしたのにもかかわらず、一部パフォーマンスにも参加したジンの苦労を、メンバーたちはそばで見守っていたのでしょうね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は、知ると絶対好きになってしまうテテの心温まるエピソードをご紹介しました。テテがラジオにスペシャル DJ として出演したのは、ファンからの手紙がきっかけだったことや、旅先で出会った老夫婦との交流など、テテの優しさが伝わってくるものばかりでしたよね。
周囲を気遣い、多くの人に愛を届けているテテが、これからもメンバーと共に笑顔で活動ができますように。